こちらが夜の写真になります。設定は ISO125、24mm、F4 のシャッタースピード2秒になります。で、左が GM レンズで、右が G レンズになっています。ということでね、見ていきたいと思います。まずね、等倍にしたいと思います。等倍だとね、よくわからないですね。もうほとんど同じ写真だと思います。はい、もう少し寄ってみますね。はい、かなり寄ってみましたが、左が GM で右が G レンズなんですけど、違いわかりますかね？違いがわかりません。ここなんか文字が書いてあるんですけども、それもほとんど同じですよね。ここの、光とかも、こっち消えちゃってますけど、違いはないような感じがしますね。少しだけ光棒が強いのかな、 G レンズの方が。全く違いがわからないです。はい、こちら右下ですね。写真の違いはあるかな。こことか見ても若干 G レンズにノイズが乗ってるような感じです。ただこれ色の濃さぐらいのレベルですかね。ほとんど違いが分かりません。右上のこの四角いビルを見てみましょうか。後ろレインボーブリッジですね。ちょっと GM の方が明るい感じがしますね。白い部分が。この辺とかね。ただ誤差程度ですかね。例えばここの部分とかはどうでしょう。ほとんど違いが分かりません。ここを見てみましょうか。はい、このビルですが、なんかむしろこの真ん中の方は G レンズの方がクリアな感じがしますね。例えばここの部分とかはっきり線が出てますけど、少しぼやけてますね。 GM の方は。はい、左下に来ました。同じですね。ほとんどこの辺とかも同じように見えますけど、違い分かりますでしょうか？僕はほとんど分かりません。ちょっと上に行きます。ここまで寄ると少しこの青い部分が GM レンズの方が少し綺麗なクリアな感じですね。場所によって結構違う可能性はあるんですかね。この辺とかはどうでしょうか。この辺はむしろ GM の方が少しクリアな感じがしますが、ほぼ同じですね。こちらが 24mm の写真でしたので、続いて 50mm の写真を見ていきたいと思います。はい、こちらが 50mm の写真になります。設定が ISO125-50mm F4 の2秒の写真になります。左が GM レンズで、右が G レンズになります。はい、ではね、等倍にしたいと思います。ちなみに東京タワーはね、なぜかね、上だけ映ってませんでした。この辺で見る分には、ほとんど違いは分かりません。ちょっと寄ってみたいと思います。寄ってみましたが、違いは分かりますかね。この建物の看板、少し右側が G レンズの方が白飛びしているような感じはしますが、ほとんど同じような感じですね。こちらのビルも。右下に行ってみます。こちら右下ですね。この辺見ようかな。この辺も同じに見えますけど、どうですかね。ドアですかね。これドアの色とかも同じように見えますね。道路にある電線ですかね。電線も綺麗に両方とも映っているので同じだと思います。次こちらのビルに寄りますね。真ん中の方に。こちらはね、先ほどちょっと G レンズの方が良かった感じはしたんですけど、今回はね、さほど変わらない気がします。むしろ GM の方がいいかな。なので、それぐらいの誤差っていう感じですかね。どっちも綺麗に映ってるんじゃないかなと思います。左下に行きますね。はい、この辺いかがでしょうか。文字も見えてます。ちょっと GM の方がくっきりしているかもしれません。はい、このビル、マンションかな。マンションの明かりはどうでしょうか。同じですね。左上に行ってみます。GM の方がちょっとキリッとしてる感じがしますね。
こっちよりも。さっきもね、この辺は GM の方が良かった気がします。はい、これが 50mm の写真ですね。続いて F4 の 70mm 見てみたいと思います。はい、こちらが 70mm の写真になります。設定は ISO125、70mm F4 シャッタースピード2秒です。はい、左が GM レンズ、右が G レンズです。はい、当倍にしたいと思います。同じですね。寄りました。けどこうやって見ると GM の方がちょっとクリアになってきましたね。70mm ぐらい寄った写真ですと、この辺のクリアさが GM の方がいい気がします。下の文字とかはほとんど同じですね。明るさとかもほとんど同じような気がします。はい。中央のビルもほとんど同じレベルだと思います。違いはわかりません。じゃあ右下行きますね。こちらの建物を見ると G レンズの方が綺麗に見えます。僕は。では左下の先ほど見た、マンションですね。同じですね。違いは分かりません。工事中の建物ですね。ちょっと電気の数が違いますが、比べてみてもほとんど同じですね。この縦のラインもしっかり出てますし、綺麗に写ってますね、両方とも。で、これらが F4 で撮った夜景の写真になるので、次は F11 の写真を見ていきたいと思います。はい、こちらがですね、F11、ISO125、24mm で、シャッタースピードが13秒で撮った時の写真になります。当倍して寄っていきたいと思います。13秒なのでね、かなりね、露出時間が長かったと思います。少し寄ってみますね。これね、もしかしたら、GM レンズの方、ピントが少しずれてるかもしれません。多分これピントずれてると思うんで、かなりね、ボケてますよね。なので、ちょっと24は一回飛ばして、50mm をね、やっていきたいと思います。すいません。では改めて 50mm の写真をね、見ていきたいと思います。50mm の写真も ISO125、50mm F11 の13秒の写真になります。ではね、寄っていきたいと思います。はい、こちら当倍ですね。はい、多分こっちはピンが合ってるので、綺麗に写っていると思うので、こちらから見ていきたいと思います。さらに寄っていきます。いかがでしょう？ F11 なので、光芒がね、出たりするんですけども、ここを見ると G レンズの方が綺麗に、光芒が出てますよね。このウニウニが。GM の方はね、出てるんですけど、どっちかというとぼんやり出てるような感じがします。下の方を見ますと、さほど違いは感じられません。同じような気がしますね。真ん中のビルを見てみます。はい。右が G レンズで左が GM ですね。こちらもほとんど同じなような気がしますね。右下に行ってみます。右下のこのビルを見てみますね、これ。もしかすると、なんか若干ぼやけてるような気がしなくもないですね。GM レンズの方が少しぼやけてるのかな。ピントが甘いのか微妙なラインですが、G レンズの方がクリアに映っているような気がしますね。続いてこのホテルを見たいと思います。ほとんど変わりませんが G の方がちょっとクリアかな。もしかしたらなんかブレたのか、ピントが甘かったのか、夜のピント合わせが苦手なのか、なんか原因があるかもしれません。じゃあこのビル行きましょうね。ちょっとやっぱブレてる気がしますね。GM レンズの方が、G レンズの方が綺麗に映ってる気がします。最後にこの左の方を見ます。G レンズの方がクリアに映ってると思います。GM の方はちょっと、ブレてますね。これはピントが甘いのかどっちなんでしょう。ちょっと分かりません。僕の撮り方がまずかったのかもしれないです。ビルの上だったので多少の揺れがあったのかもしれません。ということで最後に 70mm の写真の比較をしたいと思います。はい、長くなりましたが最後の写真です。設定は ISO125、70mm F11 でシャッタースピード13秒です。はい。ということで見ていきたいと思います。等倍にすると、こんな感じですね。ほとんど同じだと思います。
はい、これでね、寄ってみますね、さらに。はい、先ほど言った光芒なんですけども、個人的には G レンズの方が綺麗な光芒が出ているような気がします。GM レンズの方はね、少しね、ぼんやりしたような、光芒が出てるんじゃないかなと思います。この辺のね、なんかクリアさは GM の方が強いんじゃないかなと、なんとなく思いますね。こちらの文字もほとんど同じで、ビルの光もほとんど同じだと思います。続いてこのビルをね、見たいと思いますね。70mm の方は結構綺麗に映ってるので、やっぱり何かしらの原因でピントがずれたか、もしくは誰かが近くを歩いてカメラがブレてしまった可能性がありますね、先ほどの写真は。こちらを見ると、ほとんど同じですね。GM の方が若干クリアな感じがします。では続いて右下の部分を見たいと思います。右下のこの辺の、建物を見たいと思います。ほとんど同じですね。変わりはないと思います。左下を見たいと思います。こちら GM レンズの方が綺麗にね映っているような気がします。クリアな感じですね。もしかすると GM の方が今度は若干ブレたのかもしれません。あんまシャッタースピードを長くしてテストすると少しね分かりにくいかもしれませんね。はい、いかがでしょうか。違いが分かりますでしょうか。僕はほとんど分かりません。最後に左上の方行きたいと思います。左上の工事現場です。やはり光芒は G レンズの方が綺麗な気がしますね。色味とか明るさはほとんど同じだと思います。どっちもね綺麗なんじゃないかなと思います。最後にこのビル群を見てみます。GM の方がクリアな感じがしてはっきりしているような感じがしますけども、そこまで大きな違いは感じられません。いかがでしょう。この辺の色とかねちょっと違いますけど、あまり気になるレベルじゃないですね。僕は特に気になりません。はい。ちょっと長くなりましたが、以上となります。で、僕個人的な感想を言いますと、この GM レンズと G レンズの描写力というのは、ほとんどね、今回はね、違いが分かりませんでした。ただね、今回は三脚を置いて、ISO 固定、F 値も固定でシャッタースピードを長くしても大丈夫という条件で撮ったので撮れましたけど、 F2.8 のいいところって、例えば手持ちで持った時に暗いところでも F2.8 までいけるので、例えばシャッタースピードとか ISO を稼げるので、それが例えばノイズとか、手ブレとかの防止につながるので、そういった面ではねこちらが強いと思います。なので手持ちで撮影した時にどれぐらいこの F4 と F2.8 の違いが出てくるかっていう方が大事なんじゃないかなと思いました。で、多分ね昼間をね撮る人だけであれば全然この G レンズで十分だと思います。で、夜とか撮りに行ったりとか部屋の中暗いところで撮る時とかはやはりこの2.8 があった方が手ブレとかねノイズとかの防止になるのでいいんじゃないかと思います。あとはやはり F2.8 と4で一番の違いはボケ感なので、動画でもそうですけどもボケた映像を撮りたいとかいう方であればやはりねこの F2.8 の方がいいんじゃないかなと思います。はい。ただ画質面に関してはほとんどね差はないと思いますので、撮る条件によっては全然この G レンズの 24105G ですねのレンズでも十分いけるんじゃないかなって、今回思いました。悩んでる方いましたらね、ぜひね参考になったら幸いです。